皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今年も残すところあとわずかということで、お正月に向けて少し早いですが初日の出仕様を制作したく青島のコロナに手を出してみました。早速車のデータから調べていきます。コロナはトヨタの伝統的なセダンであり、販売の中核的な位置づけになる車です。高度経済成長期には日本のマイカーを代表する車種として広く親しまれた車でもあります。1960年代から1970年代、コロナの競合車種は日産のブルーバードで、このブルーバードとコロナが繰り広げた熾烈な販売合戦が BC 戦争と呼ばれるものであります。1982年1月に発売したこの7代目。プラットフォームは前年9月にモデルチェンジしたカリーナ、セリカのものを共用。これまでの温和なファミリーカーを表現したデザインから離れ、行動的なイメージを打ち出しました。ハードトップは基本ボディをセダンではなく車高の低いセリカベースとしたため、スポーティーさを増します。ボディバリエーションはフォードアセダン、2ドアハードトップ、フォードアバンの3種。シャシーとサスペンションは3代目カリーナ、セリカと共用したため、ステアリングはダイレクト感に優れるラック&ピニオン式となり、スポーティーグレードには4輪独立懸架を採用。走りのイメージを強めました。エンジンはレーザーシリーズと称される新世代型を導入し、1.5 リッターから2リッターまでの5種を用意。10月には日本車初となる 1.8 リッター DOHC ターボの 3T GTEU 型を追加。85年には8代目となる FF コロナの発売に合わせ、ハードトップの生産及び販売が終了しました。販売期間はわずか3年という短命となった車でもあります。まずは仮組みからいってみましょう。このキットは青島が過去に販売した旧車会というシリーズで、極悪なキャンバーを付けられるパーツとノーマルパーツがパッケージされたキットです。パーツ点数はスナップキット並みに少ないのですが、各部のディティールはピカイチ。現在ですとモデルカーシリーズでノーマル仕様となりますが、デカールなどがバージョンアップした同等のコロナが販売されています。まずは足回り。お正月仕様ということで極悪キャンバー仕様で組み立てていくので、付属の鬼キャンパーツを使って組み上げていきます。仮組みなので接着剤はセメダインハイグレード模型用接着剤を各部少量ずつ使い接着です。インテリアパーツボディにはウィンドウを仮組みし、クリアレンズ類を取り付けて完成。少し眺めて改善すべき箇所をあぶり出していきます。足回りはホイールを少し大きめのものに変更し、バランスを良くすること。グリルはモールが薄くなっているので彫り直し。各部のバリはきれいに取り除くとします。カラーはどうしようか。ここが一番悩みそうです。まずは筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な使用、 0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に。なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるため、 0.2mm の調光ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。
続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること。カーモデルの場合は、ボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたら、ヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。次にボディの調整加工です。まずはキーシリンダーの乾燥から。ドアノブ部分にはキーシリンダーのモールドがありますが、こちらは配給パーツのマイナスモールドに乾燥するので、 0.8mm のピンバイスで穴を開けておきます。トランクも同様に作業です。フロントグリルのメッキモール部分は金型の疲れからかモールドがほとんど見えない状態なので彫り直し、厚めのマステをガイドにし、調光ブレードで彫り直していきました。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのピンクサフェーサーを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを拭いて、本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、表面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き捨て途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き捨てます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。